オス、日進月歩、塩田正宏です。今日は神保町のある事務所に来ておりまして、で、ここで、塩田剛三からの、小金時代に、習った内弟子の、三枝先生のところに来ています。で、これから、技の解説をしていただきたいと思います。三枝先生、よろしくお願いします。はい。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、合気道はいろんな側面がありますが、非常に物理的である部分がありますので、まずそれをきちんとマスターしてから、一歩一歩少しずつ理解して、いろんな心理的なものだとか、気の問題とか今後の問題として、今日は物理的な部分についてお話したいなと思っています。ちょっと座ってね、腕相撲をします。まず腕相撲。はい。腕相撲します。いいですか？せーの、取ってください。はい。はい、もう一回。すごく強いですよね。だけどこれ全部の側面言いなりにすぐ出てきますけども、はい、人間は直角の方向に対してに打つと動きが弱いっていうことがあります。今この方向はこっちですよね。ですからもう一回いきますよ。これをね、こっちにしよう。なんで何をしてるかっていうとね、この方はこういうふうにしようとしていますね。それに対して力を向こうに持っていっちゃうんですよ。直角に持っていっちゃう。そうすると力が溜まっちゃうんです。いきますよね。はい。せーの。はい。こうでしょ。本当に、これとこの力がこうなっちゃうんですよ。でも、こういうふうにすると。全然力が使ってないんですよ。相手がこういうふうにやろうと、計画してるに対して、この力をですね、ちょっと待ってくださいね。こっちに持ってくる。僕のね、あれはすぐ分かる。ちょっとやってみて。はい。そうやってみて、僕教えますから。はい、通常の腕相撲。はい、そうですね。次の腕相撲いきますよ。この力を向こうに、向こうに、こっちに押す。こっちに押す。そうすると、非常に相手は力が使いにくいんです。で、まだね、意識としてね、これも大事だから覚えておいてください。合気というのは、向きになったら消えるんです。相手はこれを鍵やかにやるというふうになって。でも第三の道がある。これが合気の道だから、こっちに行くこっちに行くっていう闘争に対してこっちに来ちゃうと相手は簡単に、絶対に向きになっちゃいけない。だからはい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 って塩田先生やりますよね。これも脳死生態もそうなんですよ。重症で来てもね、この難病を治そうと力むとね、生態がかからない。あ、そうですかっていう感じですね。それがね、合気のコツなんですよ。ふざけてんじゃないの。だから向きになっちゃう。消えるんです、全部。だから相手ともう一度いきますね、先生。こうやって、やはり向きになってやってみてください。そしたら体重のある人があるにかからない。ところが、それを第三の道でグッと向こうにした。僕は全然こっちに当てないんですよ。グッとやってください。前って感じですね。やればやるほど方向性はこうなってますから、直角の方向に全く弱い。それで側面になっているので、あえて逆に相手の力みを作っておくからですよ。まずその直角にやってすごく人間は弱い。要するに相手の本性を走らせないで導いていくというのがまず一つあるということを覚えてください。はい、ありがとうございます。こうグッと持ちまして、ここに、相手をかけるとなります。でこれはもう人間はね、どういうことかというと、例えば地面のカーペットを引いたってこれパッと引っ張られると繰り返しますよね、当然ね。だから、でもそうやって分かっててもバナナの皮があればつるっといきますよね。でみんな予想してきてるってことなんですよ。摩擦係数も含めて全部予想してきてる。だからこの時は通常のこれだと何をするか全部相手予想してる、ね、年収までは分かんないけど好みの食べ物まで分かんないけど、この人は何をしようか全部分かってる。だけど合気道の構えっていうのは動きを変えていっちゃうんですよ。もう一回これがもうこれ想像してますよね。これが動きがないと簡単にこれをいつく形でやるとこうなりますね。
これがこうですね。でも全体がこれでもいついてますね。あ、でも木に持ってくる。なぜかというと、これがですね、こうするともう分かる。なんで動きが体のその軌道が全然違うと、力の軌道が違うとか分かる。これちょっと動いてると分かりづらい方でやりますね。例えば手刀で打ち合います。はい。ものすごい強いですね。はい。よく強い人いたんだけど。そうすると、こうするとですね、せいぜいこの肩で勝負してるんですね。この肩で。そうするとこうなっちゃうんです。ところが、人間の意識が、例えばここを支点にすると、かなり長くなりますね。私とこのコロナがあって、この後ろの背中まで来る。そうすると、もう一回です。これをもう負けちゃう。ここしか相手が持ってくる。で、単調で出る場合は、もっと極端に打ってください。ボンとね、ボンと打つときに、単調で出る場合はいいですよ。これが、ここじゃなくてですね、ここまで持ってるんですよ。後ろの軸が持ってる。だから、こうやったときに、危ないね。この線がぐっとこうくるんですね。いわゆるここでやるんじゃなくて、ここでやるんじゃなくて、さらにこの線がぐーっと下がるわけやん、みたいな。だからそれを通常はこれ一般的なことをやるからいつまでたっても拉致が開かない、でもそれをさっき言ったようにここに持たれた時もここでやると相手が全部抵抗する。でもここにしたらもっとするのはここだ。人間の意識が起点をどこに持つかで全然違う。そうするとね、これどういう現象か説明します。人間っていうのはね、分かってたらね、手を離してください。これ離れるんですよ。ところがこうやるとね、居ついちゃうんですよ。何につくかってね、これは人間の本能なんですが、分からないとね、掴むんです。分かんないと、分かるとこ離れるんだけど、分からないとこうって、もうこの人が命になったんですよ。だから、分からない、出どころの分からないエネルギーを持ってるとね、人間の本能って離せられないんですよ。怖くて。もうその人だからよくあるでしょ。例えばいろんなんでお金借りて、もうそれがどうしても返せない場合は、その人が食べたのと、もうしがみついてくる場合がありますね。それと同じく、出どころが分かったら関係性が離れてるんです。話すことができるんですよ。もう一回言ってください。出どころが分かる人も、相手はその手から離れなくなってくる。だから、皆さんが構える練習するときは、もちろん仙骨とかこういう動きがありますけど、大事なことは肩で切るんじゃなくて全部のとなる動きにするんです。そうすると相手の出所が分からなくなって相手がいついちだから離せないと、そういう現象があるわけです。でもそれを僕は残念ながら塩田先生が合同先生がお亡くなりになったと分かったんですけどね、野口生態でこうずーっと歩んでいった時に初めいろんなものをほどけてきたんで、その時は分からなかったです。いろんな要素が合気道に、特に吉神合気道あるんですけど、そういう物理として出どころが違うってことをまず押さえてもらいたいと思います。はい、どうもありがとうございました。